中国古代思想、ネーデルランド絵画、ドルチェ&ガッバーナのファッションの装飾性。ドリッピングがすげえコントロールされてる。ゴミと思ってる人もいますし、価値として表現したかったんですね。はい、それでは早速今回のピックアップアーティストを紹介させていただきたいと思います。シュニンさんです。よろしよろしくお願いします。はい、じゃあお願いします。母国中国の古代思想やネーデルランド絵画のリアリティ、ドルチェ&ガッバーナのファッションの装飾と革新性や自然の美、生命の儚さといった時代や国境、ジャンルを超えた事象との出会いとの発見から多くの影響を受けてきたそうです。大きなキャンバスに穂先の極めて細長い筆で色面や線を一筆一筆重ねて描き上げるという驚くべき緻密さ、それと同時にドリッピングによる絵の具の羽や垂れの偶然性も共存させ、絵の具の色の鮮明さ、盛り上がりと白いフラットな部分の対比も合わさり、作品に躍動感と迫力を生み出しています。中国古代思想、ネーデルランド絵画、ドルチェ&ガッバーナのファッションの装飾性。すごいミクスチャーですけどごめんなさい、僕知識がなくて、そのネーデルランド絵画っていうのはどのようなものになるんですか？私は研究している主な課題は13世紀14世紀の、オランダ中心の、作家さんたちの絵画なんですけど、主に宗教絵画です。はい、中国はどちら出身なんですか？はい、北京です。北京なんですね。はい、だから中国からまず自分のベースの古代思想というものがあり、そのいわゆる西洋の近代になるのかな。そうですね、近代現代の絵があり、そしてドルチェ&ガッバーナというのは、そうですね、結構ファッションのことが好きなんですので、子供の時から結構なんかエラーとかウォークとか結構見てて、その中で一番引っかかれたブランドとしてはドルチェ&ガッバーナというイタリアのブランドで、やっぱりすごく色鮮やかで、さらにその現代的に挑戦する姿勢があって、さらにそのネーデルランド絵画はテンペラという技法があって、宗教絵画すごくそれを使ってて、いろんなキリストの物語を描かれている絵画が多かったので、壁一面で全部、金箔貼られた金箔と、まず金箔なんですね。そうです。そのドルチェガバナの雰囲気とすごい重なって私の中で、テンペラ技法を始めてからネーデルランド絵画をたどり着きましたね。なるほど。でもその時代の宗教絵画ってこと、しかもそういうその石膏の上に金箔貼ってそれで絵の具をのせていくってことは、美術館とかそういうところでは見られる絵画ではないってことですかね？はい、おっしゃる通りです。すごく鋭いですね。実際に見に行かれたりしたんですか？オランダとか、あとベルギー、はい、ゲントとか、絵画描かれた時はもう600年ほど前なんですね。でも今の現代の私たちその絵画を見た時でも全然古く感じなくて、もちろん革新的なリアリティもありますし、あとそれよりその革新的なリアリティ以上に、その作家さんは信仰を持って信じて書かれた、たどり着いた領域がすごく言葉で表現できないというぐらいの博大さなので、そういうことがあってネーデルランド絵画は魅力だなと思いました。いわゆる中国のなんていうか山水画っぽい印象も受けつつ、あとは色彩の感覚もね、ある種日本の色彩感覚とはまた違うちょっとビビッドさがあって、なんかまた違うなんかダイナミックさを感じるんですけど、さっきね愛ちゃんもおっしゃってたその余白感っていうのがすごく強いなっていう、そちらにある絵画もそうですけど、そうですね、非常に白い部分が多いですよね。余白のあり方って卒業制作か何かを見させてもらった時にドリッピングブワーってなってたやつありましたよね。でそこから余白としてこ
生まれていったというか自分で生み出していったみたいな、そういうそのなんか流れっていうのはあるんですか？どうしてその余白を生み出していこうとしたのかっていう。そこはちょっと大きいのきっかけというのはあります。大学院1年生の時、久しぶりにヨーロッパに訪ねてきました。もっと以前行った時、まだその美術に対する関心がそんなになかったので、観光客として見ました。3年前のリサーチの時は本当にその自分はやっとちょっとした西洋美術に対しての知識が持ち始めて、ただ自分の目で確かめたかったですね。人を感動させる何かがやっぱりありますので、確かめに行った時、やっぱり作家さんたどり着いた聖なる領域は、やっぱりその今の絵画とか現代美術の中でまた別の方法に行ってます。もうなんか絵画とかそういう技術的なこととか、そういうもう領域をもうなんかもう飛んでます行っちゃってるっていうことですね。そうです。技術以上のものがやっぱりありますので、その感覚は非常に中国の古代の思想と近い感じで、その技術以上のもの、簡単に言うと素晴らしい人じゃないとたどり着かないよという、以前そういうような思想があります。だから中国の古代の絵画は非常に、日本もそうですと思いますけど、描きの人の品、その人の人柄、非常に重要されてますので、その技術以外にその人はどのようになんかそう生きているかという、そこはすごくなんか自分の中で合致したんですね。で帰ってきたら本当はこの上にトレピングしたかったという思いがあります。でも自分はそれをヨーロッパから戻ってきて、とてもそれを書いている最中で、これはそのままに人に見せちゃダメですかという思いが出てきて、だからそこからもう自分の思ったままのことを見せたら、別にそのことを自分に対して真実なので、それは恥ずかしいことをしなくてもいいんじゃないかということで、その1枚、このスタイルの1枚目は誕生したという。なるほど。じゃあそれの前のスタイルのとこから、いわゆるこういう余白というか、そのドリッピングとかでこう空間を埋めない形になっていった。そうです。これはまたこれもさ、これとか他のやつもそうなんですけど、ドリッピングがすげえコントロールされてる、操作されてるみたいな言い方はちょっと言い方が悪いかもしれないけど、意のままに操ってますよね。そう操ってる感じが面白いなと思って。操ってますね。これはどうしたどうなってんですかこれ。これはキリストとマリアの手ですけど、ルーブルの絵画です。これ終了制作なんですので、一応そのトレピングの部分もあって、手がなんかペンソー筆で描くところもあって、時間かかりました。2ヶ月半。結構サイズ大きいですよね。一番最大で500です。500でけえ。もしかしたら映像では分かりづらいかもしれないですけど、ここもただペインティングだけじゃなくて、これは何ですか、この立体的な物体は。すべて絵の具、なんですね。油絵の絵の具なんですけど、パレットの上にそのまま絵描いてるうちになると固まりますね。それを自分にとってやっぱり価値の問題なんですね。ゴミと思ってる人もいますし、まだその物質たちはちょっと命があると思って、もう私をここに価値として表現したかったんですね。だからなんか乗せたり飛ばしたりとかしてます。飛ばした時そのままここに落ちただけで、でもちょっと若干鳥にも見えますので、ごめんなさい、自分だけで逆さになってる鳥。そうなんかこうなってる鳥。下にここに口とがあると。そっちか。これを見かけた時自分が楽しくなって、この価値はここでなんか結構生かしたなという感じが自分話な生かしてるかどうかわかんないですけど、生かしたなという思いがあります。
なんかさっきお聞きするともう次の展示が、はい、展示は次その展覧会が決まってらっしゃるるんですよね。はい、いつ頃かな。1月23日から小山富雄ギャラリーで初めての個展を初めてなんですね。させる機会がありました。期待ですね。ね、行きたいですね。あとなんか最近受賞されたそうで、岡本太郎はい現代美術賞と現代美いう、術賞はい、すごいおめでとうございます。それをとにかくまず入選して2月の22日から22日から、はい、じゃあ岡本太郎美術館で展示されるってことですね。そうですそうです。ここから先にこうまたどんなチャレンジをしていきたいかみたいなはい、イメージはありますか。自分の作品をご覧になってくださる方々にこの作品がすごいという思いがしてくださるとやっぱりもちろん嬉しいんですけど、この作品の中に小さい価値大きい価値やっぱり存在しているので、社会にもそういうの小さい役割大きい役割やっぱりあるので、それを見ることによってその鑑賞者の側の自分を生きていることはどれだけ素晴らしいことをということを感じてほしいの。すごいごめんなさい、あんまり言葉でうまく言えないんですけど、私自身のことはもうどうでもいいですから、その見る側にこの絵の中の価値から自分の価値に連想させて、生きることの素晴らしさはやっぱりあって、元気とかなんか楽しく、自分のことを否定しながらも認めながら生きてほしいということを、私を絵描く目的だなという願ってます。いやもうやってると思いますけどね。それはもうアーティストのなんかある種主題みたいなものですもんね。今日はお話聞かせていただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい。主任さんの作品はミーティアアートのオンラインショップで特別販売されておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。以上ピックアップアーティストでした。主任さんでした。主任さん、ありがとうございました。